Hey, ba bam ba bam bam ba bi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bam baありばののばばんばばんばんばありばびばびばばばんばばんばはありばののはい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。一旦食べてね。はい。サリさん、はい。遅れましたが、藤子さん、皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、あちらにいるウサギをつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。リタン、ジャスティース。今日も塩入りのお湯でございます。今日もジャスティス用のお湯しか残ってないと思ったので、さっき沸かしたので、まだ熱い塩入りのお湯だよ。ヘイさん、今夜も G はすやすや。
確かにな。きっとそうだと思う。ただいま冬眠中スタジオで楽しいライブをウキウキウォッチング。もうほんとそうだよ。ねえ、で、ちょっとエアコンつけるとすぐ顔出すからな。もうほんと、なんてしぶといんでしょうと思ってな。がっかりするよな。ぴよんさん、ジャスティース。さゆさん、ジャスティース。今夜はほっとおしるこでジャスティーさ。ね、おしるこが今一番美味しい季節よな。お気に入りさん、ジャスティース。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今、たまちゃんがね、ドアをね、手でこうやって押して開けたの。それが気になった。ごめんなさい。可愛かったのね。でね、ゆりちゃんも来るのかな。たまちゃん抱っこしようと思ったんだけど、ゆりちゃんも来たな。ゆりちゃんも抱っこできるかな。同時に抱っこ、同時に抱っこ、同時にどっちも無理。ゆりちゃん抱っこできないから、たまちゃん抱っこ、いい子だね。大丈夫か。ゆりた今おしっこしてんのかと思ってな。ちょっとびっくりしたよ。せいさん、おきにいさん、ぴょんさん、こんばんはでございます。たぬこさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。ぴょんさん、さゆりさん、おきにいさん、たぬこさん、ジャスパンは、ジャスパンはな、新しい言葉できたな、またね。で、今日も話すことがないので、さゆりさん頼りだよ。さゆりさん頼りだよ、今日もな。で、変わったことと言ったら、前にね、ほら、下の駐車場にうるさい車ね、外国人の車があって、でそれが嫌だなと思ってたんだけど、なんかやっぱり多分ね、まあクレームがあったからなのかなんだかわかんないけど、なんか車帰ってこないなと思ったらね、軽の自動車に変わってたんだよね。ってことは、あれかななんか、違う人になったのかななんかクレーム出て、ね、違う人が借りてんのかなっていうふうに思ったんだけど、で、今日その K の車が、戻ってきたんだよね。そしたらなんかね、やっぱりね、男性二人組で、まあちょっと外人かなみたいな感じだから、あれと思ってね、車変えただけかなみたいなね、にしては随分の変わりようだなっていうのがね、謎で、だから見間違いかな日本人かなどうかなみたいなね、ところがわかんないけど、まあとにかく車がうるさくなくなったんでよかったよみたいな感じ。で、謎の荷物はそのままね、で、この前雨が降るもんだからさ、その謎の荷物ね、木の箱に入ってるわけ。で、木の箱だから雨に濡れるからって、ちゃんとビニールで、なんだ、何囲まれてて。で、あれこの箱はなくなってないし、しかもなんかね、丁寧に手入れされてるっていうのだし、だから人がね、いなくなったわけではなさそうな気がするから、ね、どうしたんだろうなと思ったんだけど、だからもしかしたら車を変えただけなのかもしれないみたいなね、ことがあって、まあ、とにかくうるさいのはなくなったんで、よかったよっていうのと、またうちの前のね、木がね、一切合切刈られちゃってて、なんかね、すっきりしちゃってて、あれと思って、なんかね、昨日かなんか木の枝を切ってるなとは思ってたわけ。で、まあ、わさわさしてたから、なんかね、ほら、年末にクータが私の上の守護霊見てんのかと思ったらさ、なんか本当に外に人がいてさ、ね、で、その人が、なんだ、雨どいっていうのかの、枯葉を吹っ飛ばしてたわけよね。で、それが、クータが気になったみたいだったんだけど、まあ、そんなのもあったんで、葉っぱが邪魔だからっていうのでね、木の枝を切ってんのかなと思ってたんだけど、そうじゃなくてね、もうね、木を処分しちゃったみたいなんだよね。
で、と思って。なんかうちの前の木なんかほんといつから生えてんのかわかんないけどさ、まあとにかくその切られてた枝には鳥さんがよくね、来てたし、で、ね、下の低い方の木の方ではさ、にゃんこがね、子猫の時はその木に登って遊んでたわけよね。そんなの見てたからさ、なんかほんといつからあるのかわかんないぐらい昔からずっとある木が全部なくなっちゃって、あれ、あららと思って。なんかうちの周りの建物全部ね、入れ替わっちゃったわけよね。なんだろう、建て売りっていうのかなにね、変わっちゃってたんだけど、もしかしてとうとうそこの目の前のね、建物ももしかしたらね、取り壊すのかなみたいな感じになっちゃってんでさ、なんかあれと思って視界がまたね、随分変わったなみたいなことがあったよっていうのが本日の私の出来事でございました。どこだっけおしるこでジャスティス。たぬこさんは読んだよね。ぴょんさん、さゆりさん、お気に入りさん、たぬこさん、ジャスパンは読んだんだ。お気に入りさん、さゆりさん、ぴょんさん、たぬこさん、ジャスティス。さゆりさん、新ゴッドハンドのたぬこうさぎさん。こんばんはでございます。新年だから新ゴッドハンドになったの。そうだった。ゴッドハンドだったよね、たぬかさんはな。さずこさん、ぴょんさん、お気に入りさん、けんもちさん、こんばんは。さゆりさん、今夜は鏡開きですので、そっか、1月11日って鏡開きだったっけ。そういえば、なんだっけ、七草がゆってもう終わったんだよね。なんか売ってるなと思ってたら、そっか、七草がゆだから売ってたのかっていうのは分かったんだけど、あれか、月曜かなんかだったっけ、七草がゆって。えーっと、で、1月11日が鏡開きなんだっけ。今、観音開きって言った？私、ちゃんと鏡開きって言った？なんか観音開きって言ったような気がしたけど、大丈夫かな。ホットおしるこドリンクではなく、お餅のおしるこです。いいね。最高だね。ピョンさん、クリスマスイブに負傷した、肋骨だっけ違ったっけが、まだ痛い。これは全治1ヶ月コースだわ。ね、ゆっくり寝てくださいっていう体からのメッセージだな。さゆさん、肋骨で合ってる骨折の患者さん、搬送されたことありますが、折れた骨が肺を貫いて緊急オペでした。いや、ずいぶんな骨折だな、それはな。咳してちょっと響いたとかそういうレベルじゃないよね。なんか事故にあったレベルだよね。さんトイレに、祀られた、鏡開き、そうだった。鏡餅は今、私のおしるこちゃんとな、スタッフが美味しくいただいてんだな。偉い。ピヨさん、さゆりさん、魚影生々しい事例紹介ありがとうございます。私は日々行ったぐらいだと思いますね。大概ほら、咳込んでね、響いちゃったとかっていうのがね、あるかなっていうのがあるけど、肺を貫くってそれはちょっと事故だよねっていう感じよね。すごいよな。肺貫いてって、まあでも内臓痛みは感じないんだったっけね、皮膚が痛みは感じるけど、みたいな感じ。でもあれか、神経があるところは痛みを感じるのか。肺はどうなんだろう。肺自体はまあ痛み感じないかもしれないけど、でもあれか、骨に神経があるのかな。あとはまあそんなんなってるんだったら皮膚もやられてるだろうからな。痛そうだよな。
ぴょんさん、我が家には2年前の鏡餅がまだ未開封で残っています。あれだっけ、鏡餅が賞味期限短い問題だったっけね。それはどうなのかね。まあね、本当だったらっていうか、個包装の餅が、あれかね、賞味期限が長いだけで、それ以外の餅って賞味期限そんな長くないのかね。では、昔は、あれだ、鏡餅みたいにさ、真空パックの個包装ではなくって、真空パックでいいんだっけ、3つ入りっていうの、なんか3個並んでるみたいな、パックで、なんだ、真空パックみたいな形で、だから1個食べるっていうのができなかったわけよね。3個食べるか、6個食べるかみたいな感じで、6個だと多いから、じゃあ3個をね、焼いて、でね、1個ずつ食べるみたいな。だから2個食べるとかそういうのができなかったんだよね。あれどうだったんだろう、賞味期限短かったのかなね、砂糖の切り餅みたいなさ、1個ずつのパックの個包装になってからもしかしたら賞味期限が長いのかもしれないよね。まあ、他のメーカーもね、なんか1個ずつ、餅1個ずつにさ、なんだ、脱酸素剤っていうのついてるのとかもあるじゃんか。ね、で、まあ大体みんなどれも賞味期限見ると2年ぐらい持つんでさ、餅は賞味期限長いんだとかって思ってたけど、そっか、昔はああいうんじゃなかったもんなと思って、なんだろう、冷凍するときにさ、ジップロックに食材入れて、で、1回ずつで取り分けやすいようにさ、箸で、後つけて、ね、で割って使えるようにみたいにしてさ、冷凍するとかっていうのがあるみたいじゃんか。私やったことないけどさ、なんかそんな感じだったんだよ、餅がさ。3個パックっていうの、3個で1個のパックがさ。なんか、あれだと、ね、賞味期限もしかしたら長くなかったんかも、みたいな感じかな。ビヨンさん、職場の業務スケジュールに、おしるこって表示されてて割ると、へえ、そうなんだ。いいね。いい職場だね。さゆりさん、祖母の時代、カビが生えてしまったお餅をナイフで削って食べていたそうです。はいはい。ナイフで削って食べてましたよ。そうそうね。餅すぐカビ生えちゃうんだよね。すぐカビ生えるんで、カビは、なんだ、見てさ、生えてないか。で、生えてたら、削ってね。で、食べてたと思うよ。で、まあ、覚えてるのっていうのが、なんだっけ、上等式っていうんだっけ、家を建てるときにさ、屋根からね、餅巻くやつ。で、あれが丸餅だったわけよね。で、ほら、事前に用意しておくじゃない。だからもうすでにカビちゃってたりとかもするわけよ。すぐカビるからさ。で、まあ、その前にね、お腹空いたからちょっと食べるかみたいな感じで、そのね、上等式用に用意してた餅から、ね、なんか、カビてるの、探して取って、カビを取って、で、なんか焼いて食べてたかな、みたいのを、なんか覚えてるからね。まあ、とにかく、餅イコールカビはあるものみたいな。なんかね、そんくらいな勢いでカビは生えてるもんだったよね。だから、本当砂糖の切り餅の一個ずつのさ、パックの個包装。あれはね、ありがたいなっていう感じ。もう本当、あれのおかげでね、いつでも自分の好きなタイミングでお餅食べれるし、一個だけ食べたいっていうこともできるしね。本当画期的でありがたいなっていうふうに思ったよ。あとは、うちの場合はね、食パンには、カビが生えてたよね。
うちはね、食パンにはまあ大概カビが生えてたんで、見てね、カビが生えてたらカビを取って、で、食べるっていうのが通常でしたよ。まあ、だから多分私喘息だったんだろうなっていうふうに思ってるんだけどさ。まあ、ゴミ屋敷ですから、なんつったって。ゴミ屋敷出身ですからね。もう大体食べ物はね、カビてるのがデフォルトだったよね。で、まあ、さすがに水がカビてるとギョッとするんだけどさ。だから母親の家に行くと、時々ね、よく水が入ったコップとかさ、カップとか置かれてんで、テーブルにさ。んでね、それがカビてることがあって、水がカビるってどういうことみたいな感じなんだけど、まあそういうものが普通にテーブルに置かれてる家だったんでね、まあカビと共に生きてたんで私は。うん、だから多分喘息になったんだろうなってなんとなくね、あの、実感はあったんで。だから自分で一人暮らしとかするようになってからは、もうそういうのは全然ね、なくなったけどね。ピヨンさん、幼少期家電の餅つき機で作ってたわ。だんだんできてくるのを見るの面白かったわ。へえ、昔から餅つき機なんてあったんだ。いいな、羨ましいな。ねえ、もう、つきたての餅食べるの夢だったもんな。ただ、餅つきっていつも冬やるから、ぐーちゃん。かわいいな。ねえ、餅つきって冬やるからさ、冬寒いのほんと苦手だから、それが嫌だったよね。それがなければ、だからね、もうちょっとあったかい時期に餅つきやってくれたらいいのにな。なんで冬なんだろうなっていつもぶつくさ思ってたけどさ。とにかく、つきたての餅は食べたいなっていう夢はあったけど、とにかく冬の餅つきが嫌だったな。餅つき機がだからあるなんて知らなかったから、杵と臼で大人たちがさ、ついたやつでないと、つきたての餅っていうのは食べれないもんだと思ってたからさ、家電で餅つき機があるっていうのは知らなかったよね。で、ホームベーカリーで、まあ、うちのにはさ、もうほんと元祖ホームベーカリーなので、餅つき機能なんていうのはないんだけどさ、最近のホームベーカリーには餅つき機能があるらしいじゃんか。それがいいなぁと思ってな。うちでつきたての餅が食べれるなんてさ、なんて贅沢なんでしょうってね、思って、羨ましいなって思っておりましたよ。で、あとは、今日やったのは、この前来たお客さんがさ、なんかフライパンを使ったんだけど、なんかすっげえ壊滅的に汚くしてたんだよね。どうやって使ったらこれこんなね、汚く使えるんだろうっていうぐらいに、なんか壊滅的に汚くしてくれたんだよね。で、まあちっちゃい方のフライパンと大きい方のフライパンとあって、ちっちゃい方のフライパンだったらまださ、なんか磨き用もあるんだけど、でっかい方のフライパンなんでさ、ね、磨き用がなくって、で、まあ、内側はね、まあ、まだ重曹を入れて火にかければさ、落ちるかなと思って、重曹を入れて火にかけたんだけど、で、しばらくそのままね、冷めるまで置いといたんだよね。で、ね、なんだっけ、電子レンジの方の天板がないんだよね、うちね。で、それの代わりに、ロールケーキを作るとき用の天板があって、それがぴったりサイズなんで、だから電子レンジの天板の代わりに、そのロールケーキを焼くとき用の型を天板にして使ってたんだけど、それをさ、なんか今日見たら、まあ、それもすっげえ汚くなってて、あれと思って。なんでこれどうやったらそんなク
ね、汚く使えんのかなっていう感じで、とにかくどっちも、あれだ、磨かないとダメだなと思ってね、磨いたんだよね、重曹を使ってさ。そしたら意外と落ちなくて、で、重曹もなんかピンからキリまであるっていうのかな。昔はそんなに重曹って種類なかったから、1種類ぐらいしかなかったから、まあそれ買ってきて、それを使えば、だいたい綺麗になったんだよね。だから最近ほら、なんか安い、すげえ大量ですげえ安い重曹とかあって、で、今それしか売ってないんですよ、薬局で。だからしょうがないからね、それしかないんで、選択肢がないんで、それを買っていくんだけど、それで磨いてもね、全然汚れがさ、取れないんだよね。まあ時間かかるのかもしんないけど、しばらく使ってるうちにね、取れてくるのかもしれないんだけどさ、なんかね、気づくと綺麗になってたりとかするわけよね。私がほら、米粉のパンケーキをさ、朝焼くじゃんか。その時に重曹をさ、入れてるから膨らますのに、なんかそれのおかげかわかんないけど、その米粉のパンケーキを焼いてるフライパンは、内側はめちゃめちゃ綺麗なんだよね。ピッカピカなんだよね。外側は全然、汚れ落ちないんだけど、内側はね、綺麗なんだよね。なんか重曹を使ったものを作ると綺麗になるんだけど、ただ全然汚れを落とそうと思ってね、重曹大量に入れて、で、沸騰させてね、で、しばらく置いといても落ちないから、そこまでしても落ちないからね、いや、参ったな、みたいな感じで、今日はちょっと、フライパン汚れ焦げ落とししてみたけど、ダメだった、みたいな感じでございました。ぴょんさん。壊滅的なフライパンって何？テフロン加工なやつ。いや、だからみんな多分ね、テフロン加工に慣れてると思うから、でうちテフロン加工の鍋はないからね。ステンレスっていうんだっけの鍋しかないから、だから使いにくいと思うよって言ってさ、で、機材のところにもさ、テフロン加工のフライパンはありませんって書いてあるんだよね。だからちゃんとそこまで読んでる人でフライパン使いたい人は、自分でね、使いやすいフライパンちゃんと持ってくる人もいるんだよね。だからそこまで読んでないか、まあいけんだろうと思ってね、使う人かなっていう感じなんだけど、で、大概やっぱりね、オムライスを作ったりとか、あとなんか目玉焼きとかをなんか作りたいみたいなんだよね。だけど、そのテフロン加工で慣れちゃってるとさ、ステンレスだとね、全然くっついちゃって、全然卵なんかくっついちゃってさ、取れないからね。で、なんだろうな、その今日の壊滅的なフライパンは、揚げ物でもやったんかねっていう感じなんだよ。なんかこの浅いフライパンでね、なんか油なみなみ入れて、唐揚げでもやりましたかっていうぐらいの感じの汚れなわけね。で、ね、だからまあ重曹で、ね、大量に入れて、沸騰させて、で、しばらく置いとけば、まあちょっと落ちるかなと思って期待したんだけど、全然ダメだったね。さゆさん、G の冬眠で思い出しましたが、いや、思い出さなくていいって。思い出さなくていいっつうの。G の冬眠で思い出しましたが、ウィンタミンウィンタミンという統合失調症に処方される薬があります。このお薬が面白くて、人工冬眠の効果があります。1週間以上続くしゃっくりにも効果あります。1週間以上続くしゃっくりってあるの？それってギネスに乗るんじゃないの？ギネスに乗りそうな感じ。まあね、なかなか止まらないしゃっくりっていうのはまあね、時々あるけどさ。にしたっ
って一日ではないと思うんだよね。気づいたらいつの間にか、まあ止まってる感じだと思うんだよね。気にしなければいつの間にか止まると思うんだけどさ、一週間以上続くことってあるんだ、しゃっくりって。いや、それはきついな。ね、まあ、喘息が一週間続くのも辛かったけど、それと同じぐらい辛いよな、しゃっくり一週間以上はな。生産。今の技術ですと、人間は人工冬眠できないのですが、できたら100年後の世界に行けるかもしれません。あ、そうなんだ。じゃあ寝てると、老化はしないのかな、それともまあ老化はしても体力は温存できるから、まあ100年ぐらいは、長生きできる感じになるのかな。さゆりさん、令和の浦島太郎、それも嫌だよね。浦島太郎も嫌だよね。だから、生き残ってたところでさ、知ってる人誰もいないっていうのもね、まあ、ぼっちだから私の場合はさ、あんまり関係ないかもしれないけど、一人も知ってる人いないとさ、今どうなってんのとかさ、なんかね、聞いても説明してもらえるっていうの、なんか納得のいく説明してもらえる人がなんかいなそうで、ね、なんか、ってなったまんま、そのまんま、なんか疑問が解消されないまんま、なんか投げやりになって、なんか自滅しそうな気がするけどな。ねえ、浦島太郎は嫌だよな、いくら長生きしたってな。ピヨンさん、冬眠したい、そうそう、冬になるともうほんと寒くって、もうほんと学校にも行きたくないし、仕事にも行きたくないしね、遊びにすら行きたくないから、もうほんと冬になると冬眠したいってずっと思ってたよね、子供の頃ね。大人になってからもね、そうだけど、だから今のこの生活するようになるまでは、もうずっと冬場は冬眠したいと思ってたよね。まあ今ほぼ冬眠してんのと同じだから冬眠してんのと同じ生活だから、ね、あんまり冬眠したいとか思わないけど、昔はほんと寒いのが嫌だったから、寒いのに出かけなきゃいけないっていう、その、なんだ、義務の状態が嫌だったから、冬眠したいって本当思ってたよね。さゆさん、しゃっくりは一月以上続く場合、難治性しゃっくりと言います。いや、そんなに続くことあるんだ。それはやだね。じゃあ、しゃっくり止める用の薬もあるっていうことなのか。だってそれは、ウィンタミンっていうのは統合失調症の薬であって、しゃっくり用の薬なわけではないもんね。ただ、しゃっくりにも効くよっていうだけだもんね。そんなに続くんだったら、しゃっくり用の薬もあるよね。さゆさん、私も人工冬眠できたら100年後の世界に行きたいと思いましたが、家族や友人と永遠に会えなくなりますね。そうそうそう、そうなんだよね。で、まあ今でも冷凍されてる人っているんだっけ。なんかほら、解凍する技術がまだね、開発っていうのされてないまんま、冷凍されてる人っていたじゃんか。その人たちってどうなんだ。もう解凍する技術はできて、解凍されたのかな、それとまだ未だに冷凍されっぱなしなのかな。ね、なんか解凍されましたみたいな話は聞かないから、おそらく未だに冷凍されっぱなしなんじゃないかなと思うんだけど、そういう人たちもそうだよね。その当時の人からおさらばして、ね、で、いつ目覚めるのかわからないまま冷凍されてるわけでしょ。
ね、で、まあ、まだ冷凍されっぱなしで、ね、しばらく先だったとしてよ。絶対ね、周りに知ってる人いないよねって思うんだよね。そこまでして長生きしたいのかな。まあ、そっか、知らない世界を見てみたいっていう感じかね。さゆさん。薬の名前は、ウィンター、冬、プラス、ミンから来ています。ウィンタミン、ウィンタミン、なるほどね。冬眠なんだ。本当に冬眠なんだね。ね、そうだよね。じゃあ、あれじゃん、クマさんにもその、ウィンタミン飲ませてあげればよかったんじゃないのね、眠れないみたいだったからね、スーパー。眠れないから暇だからスーパーに行ったら肉あってラッキーみたいなさ、そんな感じでしょね、クマさんもね、殺処分とかさ、しないで、そのウィンタミンあげればよかったんじゃないのかね。カインダーさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソが本日もしぶとくやっておりますよ。インタンが出てまいりました。じゃあ、質問してみようか。アンケート開始。冬眠したいですか？はい、冬眠したいですか？冬眠はみんなしたいかな。ね、寝たいみたいな感じかもしれないよな。寝たら足がしびれるんだよ。寝ると足がしびれて辛いんだよね。だからにゃんこが足元にいるからさ、足伸ばせないわけよ。そうするとこれ多分、エコノミー症候群ってやつなんじゃねえのかなっていうふうに毎日ね、思うんだけど、足がね、辛いんだよね。だから、足が伸ばせる環境で、寝たいです。そう、だからさ、足が伸ばせる環境で寝るとまあよく寝れるわけよね。よく寝れるからさ、この前ね、栃木行った時も朝風呂入ろうと思ってね、ただ朝食を中途半端な時間に設定してしまったもんだからさ、朝早く起きて、で、パパッと朝風呂入ってから朝食行くか、朝食をささっと済ませてからの朝風呂ささっと行くか、みたいな。なんかどっちかなと思ったけど、やっぱりね、ご飯はゆっくり食べたいから、そう考えると、朝早く起きて、で、パパッと朝風呂入ってから、ご飯食べようと思ってたんだけど、まあ、にゃんこいないとよく寝れるんでさ、寝坊しちゃったんだよね、みたいな。感じでした。だから、にゃんこいると朝早くに起こされるわけよね。こう、右往左往するわけよ、私の顔の周りをさ。で、抹茶は可愛らしいから、まあいいんだよね。耳元で泣くんだけどさ。耳元で泣くんだけど。で、まあ、抹茶はまあまだ可愛らしいんだよね。で、ごくまれにたまちゃんがさ、耳元ですっげえでっかい声で泣くわけよ。もうちょっとギャーってなるレベル。たまちゃんのでっかい声はな。まあ、そりゃ起きますよ、みたいな感じなんだけど。まあ、一番毎日ね、ヒヤヒヤしてるのがさ、ゆりちゃんが、ね、私の頭の周りをさ、右往左往するわけ。で、その時にさ、おしっこをさ、するわけ。もうそれがもうほんと勘弁してくださいっていう感じなんです。まあそんな感じで朝は慌ただしくね、起きるんで、寝坊するとかっていうのはあんまりないっていうの。まあね、最近ほら暗いから起きるの遅いみたいなのがあるんだけどね。まあ大概朝はそんな寝坊するみたいなのはないんだけど。ね、たまにゆっくり寝れる環境だと寝ちゃうよ。寝ちゃうんですよっていう感じ。キニーさん、カニタンさん、ジャスティス。カニタンさん、エコノミークラス症候群だけは
防がないとやばい。あ、そうなの？エコノミー症候群ってどういうことなのかな？わかんないんだよね。名前だけ聞いたことはあるんだけど、どういうことなのかが全然わからないんだよ。お気に入りさん、冬眠したカエルが寝てる間に、土にアスファルト、敷かれたりして、そうか、そういうこともあるかもしれない。確かにな。カニタンさん、こんばんはでございます。お気に入りさん、たまちゃん。渾身のおたけびそうなんだよね。インセイさん、カエルさんかわいそうね。コンクリートで思い出したけどさ、ニャンコはさ、まだ乾いてないコンクリートの上をさ、よく歩いて、ニャンコの足跡をさ、つけちゃうみたいなんだよね。で、そのね、コンクリート屋さんが、その依頼主にね、ニャンコの足跡ついちゃって、どうしますか？やり直しますか？っていうふうに聞くと、いや、もったいないからそのままにしといてって言われることがほとんどらしいんだよ。で、あ、そうなんだなと思って。ね、なんかやり直す人の方が少ないのかと思ってさ、私だったら確実にそうなるけど、なんか世の中結構ニャンコの足跡にウキッとする人ね、いるんだなと思って、ちょっと嬉しいなって思ったんだけど、まあ、で、なんでニャンコがそのさ、コンクリートが固まる前のコンクリートの上歩いて足跡をつけちゃうのかって言ったら、なんかね、あったかいらしいんだね、コンクリートね、その固まる前って。そうなんだと思って。で、ほら、固まる前だからそんなにさ、足にもくっつかないからね。まあ、にゃんこの足は、無事だと思いますよ、みたいな感じで。で、なんでにゃんこはこうやってね、コンクリートの上歩いちゃうんだろうかっていうので、まあおそらくだけど、コンクリートがあったかいからっていうことらしいんだよね。なるほどなと思って。にゃんこはあったかいところよく知ってるよな。で、そのね、コンクリートについたにゃんこの足跡を見るとさ、なんか想像と違うんだよね。置かれてるところがね。で、この前ショート動画かなんかでさ、にゃんこが歩いてるところを、映してたんだよ。にゃんこの足跡がね、三つなんだよね。で、なんでかなっていうので、その歩いてるとこ映してて、ちゃんと前足で踏んだところに、後ろ足を、収めるんだよね。だから、足が4本だからって4つ足跡がつくわけじゃなくて、3つなんだよね。それが可愛いな。可愛いなっていう感じなんだけどさ、ちゃんとだからその足跡がつくんだよね。だから、あ、想像と違うね、みたいな。なんでこんな3つなんだろうと思いきや、その歩いてるところをね、ちゃんと見ると、後ろ足が前足のところに、行ってるんで、賢いね。賢いし、可愛いしね。もう最高だなっていう感じな。ーっと、おきにさん、カエルが土に帰る。確かに。おきにさん、藤子さん、かなり可愛い。さやさん、いいな、藤子さん、モテモテ。ぴょんさん、昨日は福岡も雪と、道路凍結で、出社できず、在宅勤務、プラス、今日から3連休、3連休なの？今日何日11か。本当だ、3連休だ。3連休で引きこもり状態、いいじゃないか。キニアさん、ピョンさん、ありがたい休暇ですね。餅いっぱいあるんだから、餅食って寝てりゃいいんじゃねえの？ピョンさん、だからいっそのことを冬眠したいね。冬眠したらいいんじゃないのかね。カニタンさん、普通は血栓ができて、どこに飛ぶかが問題とは思うけど、なるほどね。
私は心臓発作起きやすいので、血の流れが悪くなるだけでもやばいので、そう。じゃあ、あれだ、血液サラサラ、玉ねぎかな。玉ねぎ食べたり、お酢を飲んだりすればいいのかな。血栓か。じゃあ、私が朝いつも足がしびれるのは、エコノミー症候群ではないのか。ね、エコノミー症候群っていうから、だから狭いところで体がね、縮こまって、で、ずっと動かない状態だと、良くないよっていうので、なんだっけ、避難した人とかがさ、なんだっけ、ラジオ体操かなんかしたりとかして、体動かしたりとか、なんかしたりとかするみたいじゃんか。だから動かないのが良くないのかなって思ってたんだけど、血栓ができるっていうことは、血栓はでもあれか、動かないとできるみたいな、そういうことなのかな。さゆりさん、東京も寒いですが、雪が降らないだけ助かりますね。そうだよね。雪降ってないもんね。でもなんか、予報だと雪降るかもみたいなこと言ってるっぽいよね。言ってるっぽいけど、全然晴れてるしね。雨だしね。雪降らないしねって感じだよな。ゆき兄さん、12月30日から無休です。今も待機中で、体力と記録に挑戦中です。ギネス目指そう。お気に入りさん、足、肺、怖い。足から、肺に行くのか、血栓が。嫌なのか。ねじれてる。それじゃあ、ピョンさん、冬眠して100年後の世界を体験いかがですか？そうだね。100年後はどうなっていくかな。さすがに車空飛ぶのかなっていうか、車いらなくねって思うけどな。100年後多分、車いらねえんじゃねえのとかって思うんだけど、どうなんだろうね。100年後でも空飛んででも車は維持してるもんなのかね。きのさん、さゆりさん、100年後、ドラえもん、いるかなあ、そっか、ドラえもんって 20? あれ ?21 世紀だったっけ ?22 世紀だったっけ？何世紀のロボットだったっけね。せいさん、100年後も、このチャンネルで藤子さんがしぶとーくジャスティスしてるかもね。してるかもしんないけどさ。してるかもしんないけど、誰もいないよな、きっとな。お気に入りさん、みんな脳みそだけかもしれない。そうだね。ムーンショットでな、脳みそだけにされていくかもしんないよな。いや、もう脳みそだけになるぐらいだったら、ほんと死なしてくれっていう感じよな。脳みそだけになっても恐怖を味わってるとかさ、もうほんと嫌だ。そんなん絶対嫌だ。もうほんと死なしてくれっていう感じだよな。で、あとまだ5分以上あった。もうそろそろ竹なかと思ったらまだ5分以上あったよ。あと何の話すればいいんだったっけね。あとは、今日はなんかね、わかんないけど、JR 東海のカードをなんか作ったみたいで、で、それがなんで作ったのかわかんないので謎なので、それを、調べなきゃいけないのと、あとJ ポイントか。J ポイントっていう、アプリがあるんだよね。ほら、JR あんま使わないからさ、ポイント、J ポイントっていうのを貯めたことがなかったんだけど、だから去年キュンパス使った時に、なんか J ポイント貯めますかみたいなさ、なんかやりとりがあって、いや、そんなものがあるんだと思ったけど、その時はそんなもの持ってなかったから、貯めなかったんだよね。で、その後に、青春18切符でまた JR 使ったじゃんか。で、時にまた買い物の時に、J ポイントね、つけますかみたいな、そんな会話のやりとりがあって、あ、そういえばそんなもんはあったなってふうに思ったわけよね。
で、また今年もさ、キュンパス使おうとしてるから、また JR 乗るなと思って、じゃあ J ポイントっていうのを、なんか貯めた方のが楽しいかなと思ったんだけど、まあその J ポイントのさ、アプリが、まあどうも設定がうまくいかなくて、そのまま放置だったわけよね。で、さっき、ようやくね、だからその J ポイントアプリをダウンロードしたはいいんだけど、で、起動すると、なんかログイン画面になるんだよね。ログイン画面になるから、だから当然私は、会員登録をしてあって、で、その画面が出るのかなと思ってたんだけど、ただ私が多分設定するだろうと思われるログインのさ、ID とパスワードを入力したところで、ログインできないわけよ。だからもうさ、嫌になっちゃってほっといてそのままになってたんだけど、で、それに取り組んでみたわけよね。で、そしたら、なんかね、ID がわからない人とか、パスワードがわからない人はこちらみたいなのあるじゃんか。で、そこに行くと、なんか、Q&A っていうのかな。なんか、迷惑メールフォルダに入ってるかもしれないみたいな、そういう説明書きがされてるところに行っちゃうんで、なんか会員登録のね、画面がなかったんだよね。だから、これって会員登録してないんじゃないかなと思ったんだけど、だから会員登録の画面がないんでさ、なんかできないもんなってふうに思ってたんだけど、そのページをずっと見ていくと、なんか会員登録をする場合はこちらみたいな一文がちょっとあって、なんでここに行かないと会員登録できないのと思って、よくこんなややこしいのみんな使ってるよねと思って、ちょっとイラッとしつつしょうがないから会員登録したんだけど、まあそれのおかげでようやくね、その J ポイントのバーコードかなが出てきたっぽいので、これでようやく貯められるかなっていう状態になってきた。今日の私の成長ポイントでございました。さゆりさん、ドラえもんがいて、タイムマシーンがあったらいいですね。タイムマシーンはなんかちょっとめんどくせえな。タイムマシーンなんかめんどくせえな。どこでもドアは、まあいいかなとは思うけどね。まあ、どこでもドアあったら交通費かかんないのはいいけど、ただまあやっぱり船乗ったり飛行機乗ったりとかっていう、そういう楽しみもなくなっちゃうのも、まあどっちかなっていう感じだけど、まあタイムマシーンはちょっとめんどくせえな。どうなんだろうな。タイムマシンあった方がいいのかな。カニタンさん、ガリガリ君なう。ピョンさん、そっか、タイムマシンで戻ってくればいいのだ。そっかそっか、そういうことか。なるほどな。さすがさゆりさん賢いな。さゆりさん、みんな脳みそは怖いですね。そう、ムーンショットな。だから、なんか恐怖のエネルギーさえもらえればいいらしいんだ、実家の人たちはね。だから脳みそだけにしたいみたいなんだよね。はい、カニタンさん、デロリアンでもいいな、9。デロリアンってなんだ。キニさん、ぬか漬けの人参な。さゆりさん、はい、町内会でお正月遊びの福笑いをもらったのですが、懐かしい。そんなあったね、そういえば。どうやって使うのかわかりません。目隠しをして、で、顔を作るんだよね。で、目隠しを取ると、ちゃんとできてるのかなっていうのでね、面白い顔になって面白いねっていう遊びだと思うんだよね。で、そういう、なんだっけ、すごろくとか、あと福笑いってさ、紙で作れるじゃん、自分で。だから昔はよくそういうの作ってさ、
遊んでたよね。で、私はそういうのをよく作るんだよ。でね、弟がちゃんとね、私が作ったもので、遊んでくれるんだよ。だからね、そこが、嬉しかった。それだけは嬉しかった。弟はそういうの自分でね、なんか発想して作ったりとかはできないんだけど、私が作ったものでね、ちゃんと遊んでくれてたのが良かったね。お気に入りさん。戦国自衛隊みたいなことになるのは嫌だな。戦国自衛隊。戦争中の、兵士っていうことかな。さゆりさんのっぺらぼうの顔に、目とか鼻とかパーツがあるのですが、そうそうそう、習いっぱいいればいいのですから、そう、目隠しをして、混ぜてね、目隠しして混ぜて、で、目と思うところに目と思うパーツを置くわけ。で、鼻と思うところに鼻と思うパーツを置くわけ。で、並べ終わったところで目隠しを取ると、出来上がってんのかな、どうなのかなっていうね、そういうゲーム。おきにさん、どこでもドアはないけど、そこのドアを開けると職場。なんだからそれがあるとき、職場だと思ったら違うところにつながってるといいな。さゆさん、昨年はコマをもらったのですが、使用せず、そうだね、コマってあんまりな、上手に回んないんだよね。で、結局嫌になって、すぐ嫌になって、なんかどっか行っちゃうやつだな。懐かしいもん随分くれるね、そこの町内会はな。お気に入りさん、福洗い目隠しして。さやさん、お気に入りさん、絶対に開けたくないドア。開けると職場な。必ずそっか。どこのドア開けても、開けると職場だったらそれは嫌だな。さやさん、あ、そうなのですね。一人でやってもつまらないですね。あ、確かにそうかもしれないね。いろんな人とワイワイやるから、そういう素朴なおもちゃもね、意外と楽しかったりとかするんだろうけどな。一人で黙々とやっても確かに、シュールだな。つまんないね、確かにね。カニタンさん、タイムマシーンです。デロリアンっていうのは、タイムマシンね。なんかの映画かな、バックトゥーザフューチャーみたいな。そういうので乗り物、タイムマシンの乗り物のことをデロリアンって言ってたのかな。すいません。いろいろ無知でな、ついていけなくて教えてくれてありがとうございます。というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。オキーさ、アマプラのリバー流れないで、川流れないでは時空が歪んでデジャブ的な感じになる映画でした。ね、川なのに流れなかったら臭くなるよ。川はちゃんと流れてな。さやさん、よかった。完璧。ね、ほんと完璧よね。おきにさん、今日も賑やかでよかった。ピヨンさんを大事に。さやさん、明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。はい。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。
次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。